皆さんこんにちは。千葉栄太と申します。今日で東日本大震災から10年を迎えました。当時、小学3年生だった私が10年を経てどう変わっていったのか、そしてどのような思いで今を過ごしているのか、今日はこの10年間の全ての思いを話させてください。お願いします。まず、自己紹介からします。私は宮城県気仙沼市出身の19歳です。今は来年秋に、渡航するイギリスの進学を目指して勉強を頑張っています。今日は10年を迎える今、当時9歳だった私が10年間の私の経験、思いをすべて話します。3月11日2時46分、この瞬間についてお話しします。この日はいつもと変わらない毎日でした。何気ない日常、強いて言えばこの日の2日前にも震度5強の地震がありまして、少しどんよりとした空気があったかなぐらいの雰囲気でした。そして、あの瞬間、2時46分、この瞬間が訪れました。自分は学校の帰りの会の最中でした。激しい地鳴り、感じたことのない大きな揺れ。2日前の地震とはもう比べ物にならないほどに大きくて、もうとても大きな地鳴りで、2日前と同じように机に避難をするわけですね。そうするともう目の前の蛍光灯がバーッと落ちてきて、テレビも揺れて、もうめちゃくちゃだったんですよ。でも、先生もパニックってたんで、すぐに校庭に避難するんですね。校庭に避難しても、驚くことに、その校庭も地割れしていて、もう開いてるんですね。そこが見えるみたいな。で、もうずっと無線放送があって、もう何が起きてるか分かんなかったっていうのが率直な感想でした。すぐに校舎に避難しました。私の通っていた学校は、川に隣接をしていて、海がとても近かったので、川はすごく見えるんですね。で、いつもある川の水が、もうその時はなかったんですよ。もうなんもなくて、もう、それにすごい驚いて、で、3時10分ぐらいに、真っ黒い水が、バーって来るわけですよ。すごい勢いで来て、もう、驚きましたね。で、そこに船とか、瓦礫とかも混ざりながら、一気に流れ込んできて、で、通っていた通学路の橋を、もうバーンっていうすごい勢いで巻き込んで、防波堤を越えてくるわけですね。防波堤を越えてきて、校庭に津波が流れ込んでくるわけです。そこからは無線放送ともう悲鳴しか聞こえてませんでした。船とか木とか車とか、もういろんなものを巻き込みながら高さを増していくわけですね。自分は3階に避難をしていたんですけど、津波は2階まで来ました。で、その時に、初めて、死を実感しました。もう死ぬんじゃないかって思いましたね。3階にいたんで、それ以上はもうどうしようもないし、逃げ場がないんですね、それ以上に。だからどうしようもなくて、津波が3階まで来ないことを祈ることしかできませんでした。でも、運よく津波は2階で止まって、私は助かりました。その時の支えは、周りにたくさんの先生と友人がいてくれたことでしたね。雪が降っていたんで、めちゃくちゃ寒いわけですよ。すごい覚えてるのは、友達とカーテンにくるまって、もう火災の燃え盛る火を見ながら、ランドセルを枕にして寝ながら、俺たち死ななかったねっていう友達との会話、これすごく鮮明に覚えてます。で、その日はもう寝ることしかなかったんで、無線放送の音を聞きながら寝ました。次の日、3月12日、お昼前、11時ぐらいに物資が初めて届きました。その時に食べたのが、乾パンとチョコちょっと。これをちょっとだけ友人と食べて、これがめちゃくちゃ美味しかったんですよね。もう、1日ぶりのご飯だったんで、すごく美味しかったのを覚えてます。でちょうど自分は、そのタイミングで、親戚のおじさんが迎えに来たんで、正直、嬉しい反面、友人とお別れするのが少し寂しかったのを覚えてます。で午後になっても、迎えに来なかった、友達は、自衛隊のヘリに乗って、避難所に避難をしたみたいです。自分はそのおじさんに、連れてかれて、車で移動したわけですけど、震災後初めて見る街はすごかったですね。瓦礫と泥沼みたいな感じで、もう周りは黒か茶色か灰色、もうこの3色しか見えませんでした。親戚の家は高台にあったんで、その大きな被害はなかったんですけど、電気と水は2週間止まってましたね。で、ろうそくで火をつけて、
ろうそくが消えたら寝るっていう生活をしていました。震災から3日間ぐらいは、もう震災の夢しか見ませんでしたね。その後、親父と再会したのは、震災から2日後でした。で、自分の親父は津波で流されて、橋の欄干に捕まって生き延びました。丸1日、親父は水の中で生活をしていたために、両足凍傷で、肋骨も半分以上って帰ってきたのを覚えてます。で、この親父の話はまた後から話したいと思います。で、再会した時は安堵でしたね。ようやく家族に会えたなっていう感じでした。でも、正直、この時は人が死ぬっていう事実を、よく理解していなかったんで、帰ってきて当然っていう思いも少しはあったと思います。これが当日3月11日2時46分から親父と再会するまでの3日間です。そして、そこから3週間後、家族7人、おじいちゃん、おばあちゃん、お母さん、妹2人、そしていとこのお母さん、いとこ7人が車の中から見つかりました。自分の親父以外の家族は車で避難したんですよね。でも、親父だけは会社に残って津波に飲まれて助かりました。自分がその家族の死っていうのを聞くまでは、みんな揃ってどこかの避難所にみんなで避難してるんじゃないかって思ってました。まさか自分の家族が死ぬなんて、いなくなるなんて思ってもいなかったですね。でも時間が経つにつれて、親父以外の家族と一緒にいないっていうことが、だんだん、当たり前になってきてて、少しずつ家族の存在を少しずつ忘れてきてたっていうのもありました。だから、家族が亡くなったっていう話を聞いても、悲しさというよりかは、安心の方が強かった感じがしてました。そして、そこから1ヶ月後、お葬式と仮装もすべて終わって、自分は学校を転校します。小4で親戚の家にずっと、お世話になっていたんで、親戚の家の目の前にある学校に転校しました。当時の印象は、そうですね、みんなとても優しかったです。それが一番の救いでした。震災で被災をしたからとか、家族を失ったからとかじゃなくて、平等にみんな自分のことを扱ってくれて、とてもそれが救いで、普通に接してくれたっていうことがとても嬉しかったっていうのを覚えてます。で、震災前から自分はずっと野球をやってました。小3からは公式の野球チームに入ってました。で、震災後は、公式チームもなくなってしまったので、小学校の転校先の少年野球チームに入ってました。それもあって、震災後、よく親父と二人でバッティングセンターに通うんですね。でもバッティングセンターっていうのが、家から一番近くて、車で1時間半かかってました。気仙沼にもバッティングセンターがあれば、通いやすくなるし、友達と遊びに行けるんじゃないかなっていうことも思って、ある時、ふと、たわいもない親父との会話の中で、気仙沼にバッティングセンターを作ってよって、もうたわいもない日常会話の中で言うわけです。それが本当に2年後に叶っちゃうですね。気仙沼にバッティングセンターができるわけです。このバッティングセンター設立までの話っていうのがとても自分の中で思い出で、例えばサンドウィッチマンさんと出会ったりとか、元ソフトバンクホークスでキャプテンで WBC の監督も務めていらっしゃった国母選手と出会って、ヤフオクドームの始球式に招待していただいたりとか、親父が震災前から営んでいたメグミルクの会社で新商品、希望の飲むヨーグルトっていうのも、という商品を発売して、その一部をバッティングセンターの建設費にしますよっていう活動を始めて、毎週のように全国の物産展に回って、いろんな人と出会いました。その話はまた別の機会にさせてください。ちなみに、そのバッティングセンターができるまでのお話っていうのが、児童書、天国に届けホームランという本が、出版されてますので、ぜひ、チェックしてくださるととても嬉しいです。はい。で、中学校ですね。同じように自分も中学校も野球を一生懸命やってました。中学校の頃は、シニアっていう、外の公式の野球チームに入ってました。でも学校でも、なんかの部活に必ず、入るようだったんで、自分は卓球部に入ってました。部活を途中で抜けて、家に帰って、そこから支度をして、山のような道をもう15分間ぐらい走って、練習して、
9時に家を帰るっていう生活をしていました。中学校を卒業するまで5年間仮設住宅に住んでいました。いろいろ仮設住宅には思い出がありますね。例えば、すごい狭かったんで、5年間、親父と布団1枚で寝てました。とか、ネズミもたまに出るし、雨の日なんて最初もうめちゃくちゃうるさくて、もう全然寝れませんでしたね。で、親父が忙しかったんで、結構友人の家にも泊まりに行ってて、多分合計200日ぐらい行っていたんじゃないかっていうふうに思います。高校は、親父の勧めもあって、東京の高校に進学をすることにしました。当時自分は地元の仲間と一緒に地元の高校に進もうと思ってたんですけど、親父がどうしても東京に行かしたいって思いもあって、すごい喧嘩したのを覚えてるんですけど、最終的には、東京に行ったら楽しそうだなっていう、この単純な思いで東京に行くことを決めました。で、4月3日、この日が自分が気仙沼から東京に出発をする日だったんですけど、その時に学年のほとんどの人が見送りに来てくれて、マジで感動したのを覚えてます。これすごい自分の中で思い出で、震災がなかったら多分出会うことがなかったなっていう風にすごい実感して、本当に素敵な仲間と出会えたなっていう風に感じてました。その時の写真っていうのはもう高校入ってからもずっと自分の手帳に挟んでて、何かあったらもうその写真を見返すぐらい大事な思い出です。はい、そしていよいよ高校生になるわけです。高校、東京に来ました。で、自分は寮生活を始めます。そして気づくんですね。親元を離れてわかるんです。自分のことは自分でやるっていう生活を始めて、親のありがたみがすごいわかるんですね。で、それでやっぱ寮ってプライベートがほとんどないんですよ。だから友人のいいところだけじゃなくて、もう悪いところも見えてきて、喧嘩もするんです、たくさん。でも、夜中まで腹を割って話したりとか、もうテスト前とかはもうオールで勉強するとか、たくさん泣いてたくさん笑って、そういう3年間だったからこそ、たくさんのもう一生涯の友人ができたし、高校東京に来てとても良かったなっていうふうに思ってます。そして東京に来てからやっぱ思ったことは、めっちゃキラキラしてるんですよ。めっちゃ何でもあるし、遊園地だって、映画館だってあるし、もう何でも揃うし、歩く人めちゃくちゃ歩くの早いし、さすが東京って感じだったんですよ。その一方で、離れて気づく気仙沼の良さっていうのもたくさんあって、言葉ではなかなか表しにくいですけど、安心感というか、心の支えっていうか、すごいあったかいものを気仙沼に感じて、震災直後から、すべてを失った私と親父をずっと応援してくれて、見守ってくださった方がたくさんいるんで、だから自分はもう絶対恩返しするぞって、その時決意したのを覚えてます。そこから、高2の夏ですね。いろんなものを吸収して挑戦しようと思って、新しいことをたくさん始めました。気仙沼で復興に向けて活躍されている人のお話をたくさん聞いたりとか、あとは飛び立て留学でアメリカのオレゴン州ポートランドっていう街で2週間短期留学に行ったりとか、新しい世界を知りたいと思って旅も始めました。最初の旅は青春18切符を使って東京、岡山、福岡、長崎、広島、京都、ここを10泊11日で回ったりとか、あとは東京から地元の宮城まで、もう自転車で必死に、もう1日120キロとかこいで帰ったりとか、ヒッチハイクで広島まで行ったりもしました。そのたくさんの旅での出会いと、東京での生活っていう中ですごく一つ大きなものに気づいたんですね。それは 3.11 東日本大震災っていうものがあまり知られていないっていうことでした。もちろんそのテレビとか SNS を通して手に入れる情報っていうのはあるんですけど、自分のように実際に経験したっていう人が周りに少ないかったから、とても今までそういうお話を聞くことがないっていうふうにたくさん言われました。その時に自分がこの震災を通して学んだこと、考えたこと、気づいたこと、これを世界に発信していかなきゃいけないっていう、この使命感っていうものを実感したんですね。確かに震災はたくさんの命を奪って、たくさんの人が絶望したけど、自分はそこだけを伝えたかったんじゃないですね。全部が悪かったんじゃないっていうことを発信したかったんです。そこから立ち上がって、手を取り合って励まし合いで復興に向けて頑張ろうってこの今を一生懸命生きているこの本当の声を自分は発信したかったんですね。自分のペースで自分なりに一生懸命頑張って生きている人がいるってことを自分は発信したかったんです。
それまでは周りの中でも申請の話がタブーだとか、なかなか聞きたくても聞けないって人が多かったと思うんですけど、自分も同じように、自分から話すと、その震災のことを甘く考えてるんじゃないかって思われるのが怖かったりとか、震災の話をすることによって、その雰囲気が悪くなっちゃうっていうのを恐れて、震災の話はしないようにしてきたんですね。でも、こうやって自分の経験を話すことによって、3.11 のような震災っていうのは、誰にでも起こり得ることなんだっていうことを知ってほしかったし、こうやって自分の話す姿で、誰かの少しでも助けになったら嬉しいなと思って。そして3.11、気仙沼っていうことを忘れてほしくなくて、そこから自分は前を向いて3.11のことを話すようになりました。先日まで挑戦していた、ドリームっていう世界一周コンテストのテーマも自分は 3.11 と共に生きていくっていうテーマで参加をしていました。ウェブ投票では1週間で13,080票を獲得して、ダントツの1位で、この 3.11 のこと、気仙沼のこと、そして自分の生き様を本当に多くの人に知ってもらえて、もう光栄でした。一つ目は、亡くなった家族への思いです。私は震災で家族7人、そして実家、祖父母の家、たくさんの思い出を失っています。写真もほとんど残っていません。残っているのはランドセルだけです。で、よく周りに、なんでそうやって前を向けるのって、家族亡くして辛くないのって聞かれます。自分もなんでだろうってとても考えました。それで一つ思うのは、当時その瞬間は失ったものが大きすぎて、すぐ新しい環境になっちゃって、悲しいっていう感情を考えるほどの余裕がなかったっていうのが正直な感想です。すべてが新しい環境だったんで、父親と二人でいるっていうことも、家族がいないっていうことも、新しい生活の一部でしかなかったんで、徐々に当たり前というか、慣れてきちゃった部分があります。亡くなった家族も、自分がいつまでも後ろを向いて悲しむことを望んでなかったと思うし、振り返ってもしょうがないなっていうふうに自分の中では思ってました。そして二つ目は自分の夢についてです。自分はこれまで夢は何ですかって聞かれたら、気仙沼市を世界一の街へっていうふうに言ってきました。でも、ある時、あれこれって本当に自分のやりたいことなのかっていうふうになっちゃって、すごい考えたんですね。それで考えて、あれちょっと違うなっていうふうになったんです。なんで違うんだろうってなった時に、メディアの存在があったんですね。これから言うことは、メディアに対して批判したりとかっていうことではなくて、あくまで一個人としての意見です。なんでかっていうと、震災直後すぐですね、もうテレビとかニュースとかラジオとか、毎日のように自分のところに来て、自分と親父のところに来て話を聞いてくるわけですね。もう1日3件とか普通だったし、学校の中とか、野球中とか、どこ行くにしてもカメラがついてくるっていう感じでした。でも最初は良かったんですよ。カメラってなかなか取材されることも少ないし、珍しいし、すごいワクワクしたんですけど、だんだんそれが嫌になっちゃって、というのも聞かれることはいつも同じだし、だんだんどういう回答を求めているのかっていうのを分かっちゃうんですね。こういうことを言えば、あっちは満足するんだろうなっていうふうに分かっちゃって、よく亡くなった家族に対して思うことありますかって聞かれるんですけど、で、そういう積み重ねで、たくさんの新聞とかメディアで自分のことが報道されていくと、自分のことが知られて、たくさん応援してくれるわけですね。いろんな各地から応援のメッセージが来たりとか、いろんな支援も受けて。でも、このすごくたくさんの応援が、自分がその期待に応えなきゃって、後ろなんか見ないで前に進んでいかなきゃっていう風に背負い込んじゃって、すごい期待されてるように思っちゃって。だからずっと、言い方悪く言うと、悲劇のヒーローみたいに扱われて、いいことを言わなきゃいけないとか、悲しむ姿なんか誰も求めてないし、俺は前に進んでもっと頑張る姿を作っていかなきゃいけないんだっていう風に思っちゃってました。そんな時に、気仙沼市を世界一の街へって言うと、周りの友人とかも、すごいね、エータなできるよって言ってくれるし、記者さんとかも目をキラキラして、
うなずいてくれるんで、あ、これでいいんだって。みんなの期待を裏切らないように、自分自身を作っていたっていうのも、一つの事実です。そして、これもどうしても言いたかったことです。失ったものの数で悲しみは測れないということです。自分は被害が大きかった方で、たくさんのものを失っています。でも、震災で被災した人は自分と同じように大事なものをたくさん失ってるし、すごく悲しんでるし、だからなくしたものの数が多い人の方が悲しいとか、少ないから悲しくないっていうことは絶対ないと思います。幸い自分の家族7人全員は見つかったんですけど、10年経つ今でもまだ亡くなった家族が見つからないって人もたくさんいます。そして自分は今こうやって前を向いて今を生きています。でも全員が全員そうじゃないんです。震災から10年どうでしたかって聞かれた時に、早かった遅かった10年前と変わんないというふうにいろんな捉え方があるように、本当に人それぞれなんです。自分のニュースが流れると、こうやって前を向いて生きてるっていうことがすごく強調されがちだと思うんですけど、それは本当に一部分であります。自分もうまく言えませんが、その日の朝まで普通に何も変わらない日常だったのに、この2時46分、この一瞬で人生を変えたんです。人生が変わっちゃった人がたくさんいるんです。だから、この事実を忘れてほしくないというのが僕の願いです。そして、最後に自分が一番言いたかったことがこれです。自分が人生を変えたんではなくて、震災が自分の人生を変えてくれたということです。これまで自分の10年間の思いをバーって話してきましたけど、これは自分の力じゃなかったんじゃないかなというふうに今思ってます。確かに震災後に起きたことの中には自分の努力とか自分の挑戦によって得たものっていうふうにたくさんありますけど、その全ての引き金は3月11日東日本大震災だったんです。自分で変えたというよりも震災が自分の人生を変えてくれた。家族7人の命と引き換えにたくさんの友人、ご縁、そして貴重なチャンスを与えてくれました。震災があったからとか、頑張ってきたからっていう風に、たくさんひいきされてきたこともありました。だから今日、この10年経った今、千葉瑛太が言いたいことは、これからは自分自身で人生を変えていくっていうことを言いたいです。亡くなった家族が見たくても見ることができなかった新しい世界っていうものを自分が作っていきたい。そして、その新しい世界を一緒に見ていきたいんです。それが、この動画で一番伝えたかったこと。はい、私、千葉瑛太は今日から YouTube を始めます。目的は、自分の人生のターニングポイントである 3.11 を忘れないためです。これから先も世界中の人に 3.11 のことを話していくんですけど、話すたびに、どんどん自分の中で思考が深まって、アップデートされて、当時の思い出、当時の考えとともに、どんどん新しい考えっていうのが自分の頭の中に残っていくんですね。もちろん、この動画を見てくださってる皆さんにも 3.11 のことを絶対に忘れてほしくないし、自分もこれから先も発信していく使命があると思ってます。今後も私の挑戦をずっと見てくださるととても嬉しいです。そして自分のこの姿で少しでも何かのプラスにでも変わってくれれば嬉しいなと思って、動画として YouTube に残すことを決めました。今年の夏からはヒッチハイク日本一周。そして来年の秋からはイギリスの大学に進学をします。少なくても3年4年は海外生活になりそうです。イギリスに行ったらもう留学生の生活とかヨーロッパの旅とかもめちゃくちゃ動画を撮ろうと思ってます。留学に興味のある人にとってもプラスな動画を作っていこうと思ってます。また、今日話せなかったこともたくさんあるんで、皆さんにこれ話してほしいって思いもたくさん答えていきたいし、全部話していこうと思ってます。将来、必ず私はビッグな男になります。だから、チャンネル登録をしてください。お願いします。本日は最後までこの動画を見てくださり、本当にありがとうございました。コメント欄に皆さんのこの動画を見た感想とか、皆さんの思いを載せてくれるとすごく嬉しいです。これからも
よろしくお願いします。バイバイ。